どうも、モブです。今回は、水篠葵の性能評価についてだよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、サポータースキルについてだよ。水篠葵は、水篠隼の妹であるため、水篠隼を大きくサポートするような性能を保持しているよ。このサポータースキルでは、パーティーメンバー3体が、風属性のみの場合、水篠隼の攻撃力と防御力を増加する効果があるよ。また、サポータースキルを使用すると、通常スキルダメージや、風属性ダメージを増加できる、特殊なバフを付与することができるよ。しかし、水篠隼は、多くのスキルダメージ増加の効果を持ち、悪魔王の探検は、風属性ダメージ増加の効果も大きいため、体感では、バフ効果を小さく感じる可能性があるよ。また、このバフ効果の2点は、スキルごとに回数が消費されるけど、1消費ごとに5秒間維持されるため、悪魔王の探検などの複数回スキルを使用する場合にも効果を乗せることができるね。次は QTE スキルについてだよ。水篠葵は QTE スキルを使用して入場するよ。その理由は必殺技を使用すると周雨効果が発動し、このバフ効果が切れる前に再度 QTE を使用すると必殺技のクールタイムを大幅に短縮することができるからだよ。そのため25秒以内に1サイクルを回す必要があり、成功すると毎ターン水篠葵の必殺技を使用することができるよ。次は必殺技についてだよ。水篠葵は必殺技を使用すると2つのバフ効果を発動することができるよ。1つ目のバフは1秒ごとに HP を持続的に回復させる効果に加え、与えるダメージと受けるダメージ減少の効果も適用できるよ。このバフ効果は高火力の敵に対して非常に有効なスキルになるよ。また、2つ目の効果では風属性ダメージを増加させることができ、効果時間が非常に長いため最大重複は容易にできるね。次はその他のスキルについてだよ。水篠葵は通常スキル1、コア攻撃、通常スキル2を2回ずつ使用し、必殺技を使って次のハンターに交代するよ。また、水篠葵の特徴として、ランスフォームとアンブレラフォームという2つの形態があり、このように形態が切り替わりながら味方をサポートしているよ。次は特性についてだよ。まず基本特性では特定のスキルを使用することで自身のスキルダメージを増加させ、一定数バフ効果が重複するとパーティーメンバーにもバフ効果を付与することができるよ。また、このバフ効果は通常スキルや必殺技のダメージを増加させる効果があるため、レナートや竜にとってとても相性の良い効果になるよ。次に1突することで特定のバフ効果が強化されるよ。基本特性の時とは違い、倍率や効果時間が増加し、風属性ダメージ増加や魔力回復の効果が追加されたね。次に2突ではさらにバフ効果が強化され、水篠葵の必殺技が命中すると回復負荷の効果を敵に付与することができるよ。これによりレナートにいるマンのハンタースゲージをより多くのコンテンツで発動することができ、風属性パーティーの活躍が大いに期待できるよ。次に3突では特定のバフ効果発動時に追加で新たなバフ効果を発動することができるよ。この効果は攻撃力、防御力、通常スキルダメージ増加が最大で10重複発動し、風属性パーティーメンバーの場合はさらに追加で増加するよ。次に4突では風属性の味方1体ごとに風属性パーティーメンバーの
風属性ダメージが増加し、5凸では必殺技を使用すると、パーティー全体に気流バフを追加で1重複発動し、風属性ダメージ増加のバフをより早く積むことができるよ。また、チームファイトモードでは必殺技を使用すると、強化 QTE スキルを自動的に追加発動し、QTE を使用できないチームファイトモードでも必殺技の回転率が落ちずに様々なサポートをすることができるよ。次は専用武器についてだよ。水篠葵の専用武器は通常スキル1を使用することでパーティーメンバーの通常スキルダメージを増加することができるよ。またこの効果は最大で 10% になり永続で発動するよ。次にここからはコンテンツ別の評価についてだよ。まず封鎖任務のキルクでは回復阻害を常時適用できる水篠葵編成の方が早いタイムでクリアすることができたよ。もちろんこのステージでは敵の回復能力があるため回復要素がないステージでは完全に水篠葵を編成した方が良いかな。次はギルドボスでの検証と比較だよ。ギルドボスでは早乙女より水篠葵の方が高いスコアを獲得できる傾向にあることが分かったよ。また戦闘面では水篠葵の回復量がすごく育成の進んでない初心者にとってはリタイアしにくくなる可能性もあると思ったかな。次に破滅の力では水篠葵の必殺技が命中しても回復阻害の効果を頭に適用することができないためレナートにいるマンドハンタースゲージも適用することができないよ。そのため破滅の力では早乙女と水篠葵の突状況によって個人差が生まれる可能性があるかな。最後におすすめのアーティファクトについてだよ。水篠葵は基本的に近衛兵とチルフのスクフクアーティファクトがおすすめとなるよ。またコアはマインドの部分以外選択の幅が広いため比較的セッティングはしやすい方かな。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。